皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、平板上単体に固定化した酵素による反応の数式モデルについて説明しています。今回はゼロ次反応に対する解析解を求め、その特徴を考察します。平板上単体に固定化した酵素による反応の微分方程式モデルは1式で与えられます。ここでは反応速度式にミカエリス面点式を使って記述していますが、以下では基質濃度がミカエリス乗数よりも十分大きい場合を考えます。これはゼロ次反応の条件であり、その速度式は次のようになります。1式は定型数の2回乗微分方程式です。特殊解を得るには2個の境界における条件が必要です。この境界条件には、ゼロ次反応の場合、単体内の基質濃度の分布状態に応じて2種類が考えられます。これは一次反応の場合とは異なる点です。1つ目は、次のようなタイプの境界条件1です。これは基質濃度が単体中心で0またはそれ以上の値であるときに用いられます。2つ目は次のようなタイプの境界条件2です。これは基質の濃度及び濃度勾配が単体の外表面から中心までの範囲のある位置で、すなわち x イコール xm で0となる場合を表します。境界条件1の3式と境界条件2の5式は単体表面での条件なので同じ式になります。以上述べた式中の記号の意味を次の表にまとめて示します。ここで式の導出と計算結果の特徴の理解を容易にするため、関係式を無次元化します。まず、1式の無次元形は6式となります。ここで φ0 はゼロ次反応のモジュラスです。これは前回の動画で説明した一次反応や後の動画で検討するミカエリス面点反応におけるモジュラスとは異なるので注意してください。次に境界条件1の2式、3式の無次元形はそれぞれ7式、8式となります。これらの無次元式はここに示す無次元変数と無次元パラメータにより構成されています。また、境界条件2の無次元形は次の通りです。これらの無次元式は、ここに示す無次元変数と無次元パラメータにより構成されています。6式を解くと、11式と12式を得ます。ここで A、B は積分乗数です。まず、
境界条件1が適用できる場合を考えます。x イコール0における境界条件、すなわち7式を11式へ適用すると a イコール0であることがわかります。同様に x イコール1における境界条件、すなわち8式を11式へ適用すると13式を得ます。12式において x イコール1と置き、これに13式を代入して整理すると14式を得ます。最後に14式を12式へ代入すると15式を得ます。これは境界条件1における無次元基質濃度の分布式です。ところで、境界条件1を満足するには、15式の切片の値、すなわち14式で与えられた b の値が0以上でなければなりません。よって14式から境界条件1が成り立つことを判別するための式16式を得ます。本式の関係が満足されるとき、基質濃度は単体中心で0か0以上の値を取ります。一方、境界条件2では17式の関係が満足されることになります。すなわち、基質濃度及び濃度勾配は単体中心よりも前の位置で0になります。まず、x イコール xm における境界条件9式を11式へ適用し、18式を得ます。次に、x イコール1における境界条件、すなわち10式と18式を12式へ適用します。これにより19式を得ます。18、19式を12式へ代入します。これにより20式を得ます。基質濃度勾配の式20式を完成するには、単体表面での無次元基質濃度 Ci の式を求める必要があります。20式において x イコール xm で c イコール0であることから21式を得ます。20式を微分して得られる式を x イコール1における境界条件、すなわち10式へ適用します。次に、得られた式と21式を xm を消去するように組み合わせ、これを Ci について解きます。これにより22式を得ます。以上求めた式において、基質濃度が0になる位置は21、22式により、また単体外表面での基質濃度は22式により分かります。22式を20式へ代入したものが境界条件2における無次元基質濃度分布の式です。それでは、これまでに述べた式を使った計算結果について議論します。計算条件を決めるため、bi を 0.1 から無限大まで変えた時の境界条件1と2のどちらが成立するかを判別するため、
φ0の境界値を計算しました。これによりφ0 イコール 0.3 にすれば検討を行う BI の全領域において境界条件1を満足することが明らかです。φ0 を 0.3 に固定し BI をパラメータとして変えた時の無次元基質濃度分布を図に示します。この図は境界条件1に対する計算結果なので、単体中心 x イコール0での無次元基質濃度 C はすべて0以上の値をとっています。また単体表面の無次元基質濃度 Ci は Bi が大きいほど強膜拡散抵抗が小さくなるので大きい値をとっています。Bi が無限大の時、強膜は存在しないので Ci は1になっています。さらに本計算での φ0 は 0.3 という小さな値です。これは最高内拡散抵抗がとても小さくなる条件を与えます。境界条件1を満足する場合、単体中心濃度は0よりも大きいので、基質は最高内を迅速に拡散することができます。したがって、φ0 イコール 0.3 という値が与えた基質濃度分布は理にかなっているということができます。同じく境界条件1において異なる BI に対して11ページの表に基づきφ0 を境界条件1が成り立つ境目付近に設定して無次元基質濃度分布を計算しました。BI が無限大の時、C は酵素反応により1の値から0付近の値まで大きく低下しています。BI が小さくなると強膜拡散抵抗が大きくなるため、単体表面濃度はすべて1以下の値を取ります。このような条件下では境界条件1が成り立つ φ0 の境目の値がより小さくなるため、基質が単体内をより迅速に拡散し、その結果基質濃度の変化はより小さくなっています。次に境界条件2における無次元基質濃度分布について考えます。φ0 を境界条件2が成り立つ 1.5 に固定し、BI をパラメータとして変えて計算を行いました。BI が大きいほど単体表面の基質濃度は大きな値を取り、この値から指数関数的に減少して単体内のそれぞれの地点で0になっています。ここではまた濃度勾配も0になっています。同じく境界条件2において BI を無限大とし、φ0 をパラメータとして変えて無次元基質濃度分布を計算しました。本条件下では強膜拡散抵抗がないため、単体表面濃度はすべて1になっています。φ0 が大きいほど最高内拡散抵抗が大きくなり、基質は酵素の作用を受けやすくなります。このため基質濃度は迅速に低下し、単体内の各地点で0になっています。0次反応の場合、酵素反応速度は大きいため、φ0 が大きくなると
単体内のどこかで基質濃度がゼロとなる機会は多くなるということができます。実際のシステムでは φ0 が10程度の値となるのは普通に起こることなので、基質は単体中心付近まで到達できません。これはこの領域での酵素が活用されないことを示唆します。ここで示した触媒のゼロ次反応に関する理論式は、私が学生時代に実験の傍らでまとめたものです。式の導出を始めたとき、参考になる書籍はありませんでした。そこで少ない情報をもとに文献探しに大学の図書館に何度も通いました。人のいない地下の書庫に入り、長い時間をかけて古い時代の論文を探しました。この作業は宝探しのようなものでした。1900年初頭の破れかけた大分紙をめくっていると、アインシュタインの論文に出会ったりして感激したものです。結局、ゼロ次反応に関して記述したズバリの文献はありませんでした。本動画で示した式や後の動画で説明する円柱球状単体に対するゼロ次反応の式の多くは、参考になる記述をもとに自分で導かざるを得ませんでした。実際のところ、終始ゼロ次で進む反応、すなわち反応物濃度が直線的に減少する反応は存在しません。触媒反応において基質濃度が十分に大きいとき、反応は一時的にゼロ次的な挙動をとります。しかし、時間が経過して基質濃度が低下すると、反応は一次で進むようになります。しかし、ゼロ次反応についての議論は、触媒反応の高濃度域での挙動を理解するのに大切です。また、無駄と思われる人がいるかもしれませんが、式を導いたり、式の意味を理解したりする作業は、高い思考力を身につけさせてくれます。その経験はいつかチャレンジするかもしれないシステムの数式モデリングにおいてきっと役に立つと思います。私の場合には、固定化酵素反応の見かけの速度パラメーターの一般式の導出を可能にしてくれました。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。